はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、今話題のタイミーをやってみた私の感想になります。ただ、一つだけ、フードデリバリーの仕事で良かったのが、可愛い女の子に会えることもあるということですね。私ですね、一回だけですが、可愛い女の子の家に当たりました。ほんと可愛かった。その子はですね、現金払いだったので、直接の手渡し。こんなさ、一応制服は着てるけど、中身は偽物の50過ぎたおっさんに対して、彼女は無防備に玄関のドアを開けちゃうんですよ。これはね、危険ですよね。しかも今回のフードデリバリー会社がやばいと思ったのが、自分のスマホを所持しながら仕事ができることです。それなので、配達したお客さんの個人情報を自分のスマホに残しちゃうんですよ。お店から渡されたスマホは配達済みの情報も後から何回でも見ることができます。だから情報がダダ漏れ。本当、フードデリバリーを利用する可愛い女性の皆さん、気をつけた方がいいですよ。マジで。労働者の面から見たタイミーの良いところは、稼いだ給料をその日のうちに瞬間的に振込手数料もなく自分の銀行口座に入金することができます。これはね、いいですね。私が利用する松井証券なんか、証券会社の口座から銀行口座にお金を移すのに3日くらいかかりますからね。まあ振込手数料に関して言えばタイミー本社が負担するわけないので、それを見越した時給で各企業と契約しているのではないでしょうか。例えば時給1100円だとしても、実際企業がタイミーに提示していた時給が1300円だとか、あと源泉徴収票も仕事が終わった瞬間に自分のマイページに掲載されます。すごいですね。ただ働いた企業ごとに掲載されるので、例えば一月に仮に20社で働いた場合、20枚の源泉徴収票が掲載されます。それなので、確定申告などで利用する際は手間がかかるかもしれません。一つこのフードデリバリーの仕事で私が嫌だったのが、タイミーたちが着る制服が洗濯されずに使い回されていることですね。初めてお世話になった時、社員さんから半袖ポロシャツの制服を渡されました。私はそれをトイレで着替えようとした際、ふと匂いを嗅いでみたら、なんか臭いの。洗ってないんですよ。だってこのフードデリバリーの仕事も1日何人もタイミーがやってくるんですよ。その度にクリーニングしたての制服をタイミー渡してたら金がかかってしょうがないじゃないですか。だから洗濯せずに使い回ししてるんですよ。事実、初回の仕事が終わった後、私の次の時間のタイミーさんが来てて、私から受け取った制服をその男性はその場で着てましたからね。仮にも私の前の時間が若い女性だったら全く問題ないんですよ。むしろ喜んで着るじゃないですか。軽く匂いを嗅いでから。もしおっさんだったら本当に最悪ですよ。だから私は2回目からは消臭スプレーを持っていくようにしました。この制服問題はカー用品店のタイヤ交換の時もありました。そこでも無造作に積まれた制服の中から一つ手渡されました。夏場だったら本当最悪ですよ。そうそう、このフードデリバリーの仕事の口コミに掲載されていたのが、今日はタイミーとしてお店に来てるけど、明日からは客として来店するかもしれない。そのことをお忘れなく、みたいな内容でした。これには私、なるほどね、と思いました。その人はどうやら、社員さんからの仕事の説明が雑だったのと、あと、一般のお客に対する挨拶が、お店全体として全然できていない。それでいいんですかと言いたかったようです。確かにタイミーとしてお店の内部を把握できるのは
今後自分が客としてそのお店を利用する時の良い判断材料になるかもしれません。私も実際働いたカー用品店とレンタカー屋の店長がどちらもなんか偉そうでした。だから逆に我々タイミーに対して丁寧に接してくれる企業こそ信頼できる企業と言って良いのではないでしょうか。店長さん、そこら辺ちゃんと理解していますか？基本的にタイミーに掲載されている仕事は簡単なものばかりです。始める前は私はかなり身構えてしまいましたが、全然問題なく私でも行えるものばかりでした。当然簡単な仕事だから低賃金です。そして単発単純労働ゆえ、その人の仕事力は上がりません。仕事力が上がらないと高い時給も会社に要求できません。それなのにタイミーの登録者がご覧のように1000万人突破したようです。この状況を一言で言うと世も末です。私が5月の一月でタイミーで稼いだ金額は31,861円です。とりあえず私がタイミーを利用するのはこの一月で一旦終了です。なぜなら実は5月の下旬に派遣の仕事が決まり、実際6月の中旬からその仕事に就いているからです。報告が遅くなりましたが、さらに今回の時給について申し上げますと、なんと大野史上最高金額を叩き出しました。北海道の最低賃金は1010円。悲しくなります。ちなみに今年2月まで働いていた時の時給は1250円。そして先月から働き出した今回の時給はなんと1500円です。月曜から金曜までの1日8時間勤務となってます。だから1週間が経つのが早いのなのって、これが最近私の動画の投稿本数がめっきり減った理由になります。とりあえずそんな感じです。今の仕事に関しては別の動画でお話ししたいと思います。ということで本日の動画は以上です。もしこんな実は次の派遣の仕事が決まっていた中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、夏バテ熱中症に気をつけてまだまだ続く夏を乗り切りましょう。それでは皆さん、バイバイ。